まず戸惑うのがお店の入店のタイミングと注文の仕方ですね。1000メートルの滑走路に着陸するところを見ていきましょう。八角湾に面した潜伏キリシタンの里。おはようございます。ドラ旅です。天草の旅の2日目ですが、今日は下島の海岸線を反時計回りに一周します。この下島は実はすごく大きい島なんですね。島原半島と薩摩半島に挟まれて、なんとなく大きさを感じないのですが、淡路島とほとんど同じ大きさです。ゆっくりとした時間と空気が流れて、歴史たっぷりの場所でした。魅力がたくさんありましたので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方、応援してくださる方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ホテルから北に行きまして、最初に着いたのは天草空港です。時間を気にせず旅しておいでということで、空港の駐車場は無料でした。イルカが描かれた青いプロペラ機が間もなく着陸します。出発ロビーの2階から1000メートルの滑走路に着陸するところを見ていきましょう。柵にカメラ用の穴があるのがいいですね。すぐ隣に人がいても声が聞こえないくらいの音でした。ジェットエンジンとは違う、この音がいいんだよというマニアな方も多いかもしれません。この小さな機体で福岡、熊本だけじゃなくて大阪の往復もできるなんてすごいですよね。離陸は少し離れた天草空港展望公園というところから見ると、飛び立つ様子が全部わかりました。そちらの方へ移動していきます。柵が低いので公園からは滑走路全体がよく見えました。羽をフル回転して一生懸命飛び立とうとするように見えるから、思わず応援したくなる飛行機です。本来は観光する場所ではないのですが、時刻を見て立ち寄ってみてはいかがでしょうか。これから北へ向かって海岸線を走っていきましょう。着いたのは天草ちゃんぽんの名店名月さんです。11時オープンで早めに行ったのですが、もう外に並ぶほどの人がいました。まず戸惑うのがお店の入店のタイミングと注文の仕方ですね。これは常連さんと思われる方に聞きました。わからなかったらお店の人じゃなくてお客さんに聞くっていう面白い体験ができます。先の人が出ていくと座れる人数を察して入店して着席します。注文は遠慮なく
小窓を開けて中の厨房に注文。水もセルフです。お店の席は10人ほど座れて相席が基本です。麺は少し茶色く見えるもちもちとしたストレート太麺。玉ねぎ、もやし、かまぼこなどが入った鶏ガラスープ。入っている肉も鶏肉。あっさりしているからですね。スープは楽に飲み干せて、時間が経ったらまた食べたいなと思うような最高のちゃんぽんでした。美味でした。次は卵入りも食べてみたいですね。これから海岸線を走って南の方へ向かいましょう。右に見えてきた巨大な建物は嶺北発電所です。熊本県内の6割をカバーできる大きな火力発電所で、申し込みをしたら工場見学もできるようですね。この海岸線のドライブは気持ちよかったです。少し立ち寄ったのは天草下田温泉です。この海岸線は夕日が綺麗でしょうね。いつか来てみたいですが、今回は海岸を見るだけにします。下田温泉から10分ほど走って着いたのは妙見浦というところです。こちらから見るとただの島と岬に見えますが、南から見ると象に見えるみたいです。ここでも十分綺麗に見えますね。さらに南下していきます。着いたのは大江天主堂です。丘の上に立つロマネスク様式の真っ白な教会。教会行事が行われるときは入館できないのと、教会内での撮影は禁止されています。青い空に白が映えますね。ここはキリスト教が解禁されてから天草で一番早く作られた教会です。神父が私財を投じて昭和8年に完成しました。この方が神父さんですね。設計したのは浦上天主堂とか砂血教会に関わった鉄川与助さんです。数多くのカトリック教会の建築を手掛けたそうですが、もともとは大工さんです。独学で教会建築を学んでから40近い教会を建てています。どこを見ても真っ白で、青や黄色のステンドグラスがいいですね。天主堂内部は自由に拝観できます。中の撮影はできませんので、購入したポストカードでお伝えします。光が優しく差し込んで、神聖な空気が漂っていました。もう一つの教会、砂血教会まで行きましょう。着いたのは砂血集落です。八角湾に面した
潜伏キリシタンの里。建物の間から吹く海風が心地よかったです。はい、ありがとうございます。歩いてすぐに教会が見えてきます。教会はコンクリートの灰色と鮮やかなステンドグラスと先頭の上に十字架を掲げた重厚なゴシック様式。横から見るとコンクリートは半分で残り半分は木造です。絵踏みが行われた場所に強い希望で建てられた教会。海に近いから海の天主堂とも呼ばれています。結婚式場とか海が近いチャペルはありますが、海に近い教会は珍しいですね。中は畳が敷いてありました。中での撮影は禁止されていますので、ポストカードで様子をお伝えします。鮮やかなステンドグラスの光と神聖な空気が漂っていました。教会の向かい側には崎津資料館港屋があります。崎津集落の歴史を紹介しています。ここは昔旅館だったみたいです。途中で壁の色が変わっているのは、もともとこの土地っていうのはキリスト教に反対側の土地だったので、用地買収がなかなかうまくいかなかったそうですよ、進まなくて。でそのために時間とお金もかかってしまって、中ですごく分かりやすく詳しく教えてくれますから、最初に来てもいいですね。面白かったのが潜伏キリシタンと隠れキリシタンの違いです。それ以外にもたくさんの話がご年配のスタッフの方から伺えます。情熱を感じました。ご夫婦で営まれている宮下商店さん、見たことない杉羊羹というもの、思わず買いました。名前は羊羹でしたが、甘さ控えめなこしあんが入っていて、ほんのりと杉の香りがする餅でした。それの方が綺麗に取れますので、ちょっと手がべたつきますから、そこにラップ敷いてみます。お店の人とのちょっとした話が楽しいですよね。山の方に行くと旧崎津教会です。昔教会はこちらにありました。今は立ち入ることはできません。その横は崎津諏訪神社です。この鳥居は天草で最古の鳥居のようですね。少し歩いた先にはマリア像の展望デッキがあります。集落に近い岬から海上に向かって真っ白なマリア像が立っていました。漁船の往来を見つめているようです。マリア像に重なるように沈む夕日はえも言われぬ美しさと伺いました。着いたのは天草コレジオ館です。グーデンベルク印刷機や天正剣王少年施設の資料が目的です。希望すると動画も拝見できます。天正少年施設団の4人なのです。ここ天草コレジオに入り、彼らのより深い修行が始まるのです。滞在は1時間くらいですね。4人の少年に少しでも興味があればきっと楽しめると思います。さてこれから南にある牛深までドライブしていきます。
着いたのは道の駅牛深海彩館。海の駅と言った方がいいかもしれない雰囲気。さらにフェリーもあって鹿児島県まで行けます。鹿児島は絶対行きますからね。楽しみにしていてください。一番すごいのが橋の下から牛深ハイヤ大橋を見れたことです。見てください。魚の背骨のような橋。12月になったらレインボーロードになります。この橋は建築家のレンゾピアノが設計していて、他にも関西国際空港とかニューヨークタイムズのビルを設計しているすごい人です。ハイヤは牛深を出港して北上するときに欠かせないハエが語源です。ハイヤ総踊り、一度見てみたいですね。いい眺めでした。ご当地のキビルサイダー。天草の塩がサイダーの甘さを引き立てて爽快な気持ちです。せっかくなので橋を渡りましょう。両側に歩道もあって歩いて渡れそうです。大きく綺麗なループ橋。吊り橋ではないから繊細に見えますが大きな橋です。橋の下にやってきました。下から見ても素晴らしい眺め。車で行ける一番南の島に着きました。さあこれから下関まで帰ります。ちなみに帰りは320キロ、5時間のドライブです。帰りに1カ所どうしても行きたい場所があったので立ち寄ります。I can be real with you. You're leaning into me, saying stay with me a while. If we leave right now, we can go to a going and gone. So take me home, we can run away to another place, somewhere we can be alone. Take me home, get you elevated till we're levitated. Sip of that Cabernet, the way it stains your lips, I wanna taste it. Take my hand, I know we can make it out the back door, yeah. And now you're leaning into me. 最後に着いたのは長べた海床路です。
今回は夜に来ました。小焼けの空と等間隔の明かりが海を照らしてとても幻想的でした。さあ、いかがでしたでしょうか。天草は2日あれば牛深まで見ることができますが、できれば3日は欲しいですね。まだまだいろんなところに行きたいですが、次の楽しみにします。ここがおすすめだよというのがあればコメントで教えてください。リスナーさんの情報が重要です。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。